はい、こんにちは。サックスプレイヤーの熊谷俊です。毎週1本ヴィンテージサックスを紹介するヴィンテージサックスコレクションズということで、今週もですねまた珍しいヴィンテージサックス紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、今回紹介するサックスは、こちらです。グラフトン社のですねザ・グラフトンアクリリックという、サックスです。もうね見た感じもうすごいですよね。まさにねこのプラスチックで、できているヴィンテージサックスです。今回ですねこのサックス残念なことにね僕持ってるの音が鳴らないんですよ。この前はパッドレスというのを紹介したんですけども、同じく第2弾に続く音なしで、今回は解説のみになります。今回はまた3つのトピックに分けて、またご紹介していきたいと思います。ぜひですねこの珍しいサックスいろいろ掘り下げていきたいと思います。では行きましょう。はい、では最初のトピック、ヴィンテージ初のプラスチックサックスということで、普通サックスってこう真鍮で、作られるのが主流なんですけど、これはねプラスチック、このキーとかはねもちろんそういう金属使われてますけども、それ以外プラスチックでできてるんですよ。もうねすごい珍しいですよね。で、こちらですねイギリスの、グラフトン社っていうところで製造されたんですけども、ロンドン在住のイタリア人エットーレ、ソマルガさんという方がね実は作りました。で、彼の住所がですね住んでるところがグラフトンウェイというですね、場所にあって、そこから付けられたんではないかと言われています。で、1950年代ですねプラスチックのこう技術を、活用して、作ったんですけれども、これねでもね10年くらいしか発売されなかったんですよ。でおそらく日本でもよく中古で出てきたり状態のいいものだと音が鳴ったりするんですけれども、なかなかねこのちょっとしたネジ外したりするのでもうプラスチックが割れちゃったりとか、そういったところも含めるとなかなか調整が難しいサックスなので、なかなかねこれも直したいんですけど直せない僕のちょっともどかしさっていうのがあったりしますね。でもね実際ねこのプラスチックサックスって真鍮よりも約半額で売られてたと言われています。だからそういって考えるとなかなかねサックスも今価格高騰で上がってますけども、そういった中ではこう半額で売られていたっていうのはすごい音楽をやる人からすると嬉しい話ですよね。そんな、プラスチックな、サックスなんです。はい、次のトピック、偉大なプレイヤーも使用、機構を見てみようということで、サックスのね形は形なんですよ。でももちろんネックとかはねこの金属な普通の通常ネックが使われているんですけれども、これキーガードとかねこういうのがプラスチックなんですよね。これすごい面白いなっていうところです。でもちろんね艦隊もプラスチックでできているんですけれども、こういったちょっとぶつけたり割れたりするようなところとかのこういうところ金属がついていたり、あとキーとかねこういったところはもちろん金属で作られているんですけれども、持った感じはねすんごい軽いです。だからなんでしょう、今までのこう首とかにこう負担がかかってたのがあんまりこう全然こう感じない、それがいいところですよね。で、トピックでも書いた偉大なプレイヤーっていうのは、チャーリー・パーカーであったりとかオーネット・コールマンが使っていたと言われています。実はねパーカーチャーリー・パーカーっていうのは結構ドラッグ漬けとかドラッグまみれになっている方で、ちょうど普段使うサックスを七辺に入れてて使うサックスがなかったからちょうどこう提案されたのがこのクラフトンサックスだったといわゆるそういう諸説があったりとか、オーネット・コールマンも若い頃に、楽器が壊れてしまって、その代替機ですよねとしてこう安価なプラスチックなサックスがあるよというので、それで使ったことがあるとか、そういったね説が言われています。なのでやっぱりね安く手に入れられるっていうところがやっぱりすごく重要なところでは昔からもやっぱりあったんだなと思います。本当にね持った感じからしてやっぱ軽いし、でもこれが本当に実際にサックスの音が鳴るんだなと思うと、いやすごい面白いなと思いますね。是非こういうのがまた今の現代でもね出てきてもらえたら嬉しいなと思います。はい、最後のトピック、現行との違いということで、やっぱね持った感じは少しこう大きいですね、全体的に。そう真鍮とはまた違うというかちょっとこう少しこう丸っこいようなそんなイメージがありますね。でもそんなにこうね持った感じなんでしょう、やっぱねプラスチックなんでこういうところの変化がないんで
ちょっと親指とか痛くなりそうというか、この人の手の大きさ次第では扱いづらいかなっていうところがあるんですけれども、でもそんなにこうキーワーク的にはね、そんなにこう吹きづらいっていうようなイメージはないですね。うん、なんで本当によく作ったなというか、まさにこのプラスチックがこう技術が活用されてきた、まさにそういった時にこう新たな挑戦として作られた楽器なんだなっていうのはすごく感じられるサックスでした。はい、ということで今回は演奏が、ない動画で、お届けしましたけれども、ぜひですね、もしかすると YouTube とかで見てるとこれの演奏されてる動画とか多分上がってると思います。音色はぜひねそちらからまた確認してもらえたらと思います。ぜひ、こちらの動画良ければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またね、今回こういう珍しいサックス、でもありますんで、ぜひなんか質問などがあればぜひコメントに寄せてもらえたらと思います。でこちらねならないからレンタルはちょっとできないんですけども、ヴィンテージサックスコレクションズのホームページの方では写真なども上げているので、ぜひそちらからもご確認ください。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤーの熊谷俊でした。